荷物を軽く薄くする。僕がそういう風に考え始めたきっかけはランニングでした。わかりやすく言えば出勤ランですね。朝のこの移動時間をそのままランニングに当てるので、どうしてもパソコンを背負って持ち運ばなければいけない。それでも十分に荷物を運ぶ。そのためにどんな荷物を選んでいくかというのを考えるようになりました。ある種ミニマリスト的かもしれません。僕がこの数ヶ月試行錯誤してきた持ち物リストの結果をご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。何より大事なのはバッグ選びです。軽いとか使いやすいというのはもちろんのこと、例えば僕のようにランニングをする場合は、それ以外の要件も必要になってくるんですよね。結局以前の動画でもご紹介した通り、僕が選んだのはこちらです。サロモンのアクティブスキン12という商品です。正直パソコンを持って走るためのツールっていうのは、このようにそんなに多くなくてですね、実際はトレイルランニング用です。ハードな環境で自分でいろいろと調達しつつ荷物を持っていくためのツールなんですが、これを僕は PC 収納用のバッグとして活用しています。というのも、ギリギリこの中にパソコンが入るんですよね。13インチサイズ程度であればノートパソコンを入れることができます。その他細かい荷物を入れて、ちょうどぴったりくらいの容量ですね。あと、バッグというよりはベスト型ということもあって、この体に密着する面がメッシュ素材で、かつ紐とかベルトではなくてしっかり面で支えてくれるんですよね。よりフィット感が強く、中の荷物がブレにくくなっています。チェストストラップのホールド力も強くて、しっかり体に密着してくれます。本当に体の一つとして荷物を受け入れられるようになる装備です。正直中のポケットとかにそんなに機能性は多くなくて、あくまでも運ぶための道具という認識が一番いいのかなと僕は思っています。このバッグを使うことを前提に、どれだけ荷物を効率的に小さく軽く薄くまとめていくかということになるんですね。今言った小さく軽く薄く、この薄くというのも結構重要なポイントです。というのも、今お話しした通り、このバッグは体により密着する、沿わせるような構造なので、仮に荷物が膨らんで背中側に重心が偏ると、一気に背負ってる感が強くなるんですよね。ちょっと負担が増すというか、走る衝撃によって荷物が揺れるのが自分の負担になるのもありますし、密着感が減って背負い心地が悪いです。なので、軽さ小ささだけではなくて薄さにもフォーカスした荷物になっています。で、最初から話している通りで、この荷物はですね、パソコンを持ち運ぶことを前提に組んでいます。ということで、僕が使っているメインパソコンであるこの MacBook Air を入れています。走るとなると、特に Mac ユーザーの方はこれ以外結構厳しいんじゃないかなと思います。13インチ 1.3kg、 MacBook の中では一番コンパクトです。最近は AI 周りの作業をかなりすることも多くて、ちょっとねスペックが不足気味ではあるんですが、今使っているのが M3 チップという、2年前かなに購入したものになっています。正直そろそろ買い替え時かなとは思っていて、 M5 MacBook Air にしようかなとも思っています。今の MacBook Air はフルスペックで積めば結構いろんなことができるんですよね。また最新性能にすることでバッテリー持ちが良くなったりすると、さらに荷物を減らせたりもします。なので、ウルトラライト派の方にとってはできるだけ最新スペックを使うというのは一個説得力があるんじゃないかなと思います。で、そんな MacBook Air を入れるスリーブ選び、かなり苦労したんですが、僕が選んだのがこちらです。コンファブル、ちょっと読み方に自信がないんですが、 Amazon で購入した比較的安価なスリーブになっています。でもね、これ結構いいですね。ランニングパックにおける PC スリーブ選びというのは結構要件が多くて、個人的には3つあるなと思っています。クッション性、フィット感、そして耐水性能です。クッション性は通常の荷物の時よりも求められます。というのも、こういったランニングパックはかなり薄手なことが多いです。なので、例えばバッグを地面に下ろした時にその衝撃がそのままパソコンに伝わりやすいんですよね。そしてフィット感です。これも、よりコンパクトに荷物を収めるために PC のサイズにできるだけぴったりのこのスリーブケースを選ぶ必要があるんですね。この MacBook Air のような比較的規格が揃っているものでも、そのサイズぴったりのスリーブというのは正直数がそんなに多くありませんでした。13インチ MacBook Air も入るよというような商品が多くて、
14インチも対応できます。他社製 PC も対応できます。そのために結構厚みとかサイズに余分がありますというようなパターンが多かったんですが、こちらはですねもうぴったりはまります。ほとんど余分なくしっかりとフィットするので、中で暴れることもないし、この MacBook 自体をよりコンパクトに収めてバッグに入れやすくなったり、バッグそのものを小さくできたりするんですね。そして3つ目が耐水性です。耐水というほど水に耐える必要はないんですが、少なくとも背中側の汗を他の荷物に浸透させない、 MacBook を濡らさないための工夫としては必要です。その点このスリーブはフェイクレザー素材なんですね。今まで僕通常の本革のものを使ってたんですが、革が結構汗でねちょっと汚れてしまったり、汗を吸ってシミができてしまったりということがありました。フェイクレザーであればそういった心配はありません。もちろん質感はそんなに高くないんですが、こういったアクティブなシーンではすごく重宝しています。このノート PC は背中と他の荷物を隔てる、壁でもあるので、汗をねしっかりと受け止める存在として、このスリーブはかなり役に立ってくれます。クッション性に関してはこのフェルト素材が中についているのも効いていますね。気にならないくらいの形で MacBook を保護してくれています。このスリーブはね結構発見でしたね。まさかこの値段で手に入るとは。そしてその他にも僕は基本的には Apple 製品で揃えています。 iPhone、AirPods、そして Apple Watch です。この辺は言わずもがなですが、運動とかのデータを計測するには Apple Watch はとても便利です。タイムを確認しながら走って、また連携性も高いです。 AirPods で音楽やラジオを聴きながら走りつつ、この時計を見なくてもそのタイミングでのスピードをラップとして教えてくれます。タイム落ちてる上がってるっていうのをシームレスに確認することができるんですね。Apple Watch はおなじみノマドのストラトスバンドです。ラバーとチタンのコンビネーションが僕はすごく気に入ってますね。ランニングにもこういったちょっとカジュアルな普通の服でも対応できます。そして iPhone の裏にはこのサテチのウォレットスタンドをつけています。これはほぼ財布代わりです。中にはクレジットカードとか、あとは各種身分証、そして家の鍵も入れているので、最悪これ一式だけで出かけられるようになっているんですね。詳しくはぜひこれについて触れた動画を見ていただきたいんですが、もうスマホと言わず、貴重品類としてまとめて持っています。でApple Watch は腕につけてるんでいいんですが、iPhone と AirPods に関してはこのサロモンのバックパックの胸のベルト部分のポケットに入れることができるんですね。背負ったままイヤホンを出したりしまったり、スマホで地図を確認したり音楽を変えたりみたいな操作がストレスフリーで行うことができます。このポケットの深さとかあと大きさがかなりあるので十分対応できますね。そしてガジェット類でいうとこちらもかなり重要です。直近の動画でもご紹介した Xiaomi 17 Ultra、 スマホに見えますが僕はもうカメラとして使っています。もう軽さを極める荷物にさすがにカメラを入れていくのは難しいとはいえ iPhone だけでずっとやりくりしていたんですが、ただ iPhone の写真のクオリティになかなか満足することができなくて、どうしようか悩んでいたんですね。この Xiaomi 17 Ultra の写真性能は本当にすごいです。ポートレートモードだともう本当にスマホかという風なくらいのボケ感とかキレの良さを出してくれます。もうだったらこれをスマホに統一すればいいんじゃないかというのもわかるんですが、Apple 製品の連携っていうのに僕はだいぶ助けられてますし、そもそもこの Xiaomi 17 Ultra にはSuica とか PAS も使うことができないので、あくまでもカメラですね。ただこれは薄さという面ではこの荷物とすごく相性がいいです。荷物が膨らんで負担になることもありません。軽量化を進めつつ写真を撮るっていう僕の楽しみをそがない非常にちょうどいいバランスのカメラを手に入れることができました。このカメラについてはぜひ詳しくは動画をご覧ください。そしてガジェット最後は充電周りです。先ほどお見せしたこの MacBook、 僕は今 M3 Air を使っているんですが、もうバッテリーは結構ボロボロに近いです。半日でほとんどなくなったりもします。そうすると充電環境が必要にはなってくるんですが、一つ僕はモバイルバッテリーを持ち歩くのはやめました。というのも、結局荷物を軽く薄くするためにはモバイルバッテリーか充電器かどっちかに絞る必要があったんですね。ただモバイルバッテリーで延命できる時間っていうのも、正直たかが知れています。2時間とかそのくらいとすると、外で作業するのであれば充電設備のあるカフェに行くことを前提に充電器だけを持って行って満足に作業ができる環境を目指した方がいいというふうに判断しました。その結果選ばれたのがこの2つです。 CIO のこのスパイラルのマグネットケーブルとアンカーの
薄型の充電器 45W のものです。この2つがこの薄く荷物を持つという点では非常にスマートでした。 CIO のケーブルは見てわかる通り勝手に丸くまとまります。引っ張ってもこれマグネットで自分で戻ろうとする力が働きます。でこれのポイントは平面にまとまるということ、非常に薄く持ち運ぶことができるようになるんですね。こういったマグネットタイプのものは他にもありますし、別に性能として特段優れているというわけではないんですが、この薄さですね、薄さで僕は最終選んだという形です。で同じく薄さで選ばれたのがこの充電器、アンカーの、なんだっけ、パワーポートアトム3ですね。この薄さで 45W なのでかなり満足できるスピードで充電することができます。 USB-C ポートは1つだけっていうすごくシンプルな構造で、今回のような荷物の芯ではすごくぴったりですね。この2つで僕は、MacBook の充電が足りなくてもう何もできないという状況を最悪回避できるように努めています。続いてこちらです。傘です。色はシルバー、木沢の折りたたみ傘です。雨が急に降ってきた時はもちろんのこと、今からの季節だと日傘としても非常に傘は重要になります。木沢を選んだのはその軽さと見た目です。重さはだいたい 120-130g くらい、もう業界でも最軽量レベルと言っていいと思います。骨に当たる部分もカーボンを中心に使われている傘です。もちろんね、こういった軽い傘は風とかには弱いっていうのはあるんですけど、最低限自分や荷物、特に荷物ですね、パソコンが濡れたりすると、致命傷を負いかねないので、そういったことを防げます。そしてシルバーのカラーがあったというのも結構大きなメリットでした。というのもメンズの日傘って結構色選択難しいんですよ。普通の傘であれば定番はブラックだと思うんですが、日傘だと熱を吸収するんですよね。となるとライトトーンとはいえ白はちょっと自分に合わない気がするし、グレーもいいんだけど、色味によってはちょっと垢抜けないなとか思っていたらシルバーがあった。まさに光を反射するカラーで日傘としてはもうぴったりです。メンズが使いやすい色の中では、結構おすすめできるんじゃないかなと思います。とはいえ、使用シーンこそそんなに多くないんですが、1個忍ばせておくだけで安心感がある、そういった荷物になっています。そしてこれですね、ちょっと一回ご紹介したこともあるフェイスパックです。ランニングをして、運動してでシャワーを浴びた後に肌が乾燥するじゃないですか。で以前これを僕は保湿ジェルと持ち歩いていたんですが、フェイスパックの方が薄いんですよ。なので最近はこれを使っています。7枚入りなので、だいたい1週間から2週間くらいで使い切るものです。それもあって、例えばね、袋が汚れたりしても、そんなに気にならないんですよね。どうせ1週間しか使わないので。使い捨てという面をむしろ逆手にとって、僕はこのアクティブなシーンでも使いやすいものになってるなと思います。あと旅行でもね使ったり、あとこういったフェイスパックは旅行とかでも使えるので、結構便利ですね。そしてこれは言及するほどではないかもしれないんですが、着替えのボトムスは僕はナイロンのパンツを選ぶことが多いです。何よりも薄くて軽いから。走ってシャワー浴びて、でその後履くものですよね。最近はこういったナイロン素材でも比較的シルエットがファッショナブルなものも多くて、僕はワイドめのシルエットが好きなので、そういったものを選んでいますが、ナイロンのパンツはもう少しバリエーションを増やしたいなと思っています。そして最後はランニングシューズです。使っているのはオンのクラウドモンスター3ハイパーというシューズです。私服としても使えるシルエット、そしてカラーを選びました。別にね、靴自体は好みでいいと思います。僕はブランドと、あとこの履き心地っていうところにすごく惹かれてこのシューズを購入しました。詳しくはこれも動画で紹介しているのでぜひ見てほしいんですが、無難なのはブラックとかなんですが、面白みが欲しいならホワイトとかも結構僕はおすすめですね。はい、というわけで僕のランニングパックの荷物の中身をご紹介しました。こうやって走るために荷物をねいろいろと見直していったんですが、これはね結構僕にとっては荷物を見直すいい機会になっていて、普段の走らない時の荷物の軽量化にもつながっているんですね。出勤、日常、あとは旅行とかね、いろんなシーンでこの荷物をね減らしたり薄くしたり軽くしたりっていう工夫は重宝するので、ぜひ、今回の動画をヒントに皆さんご自身の荷物のコンパクト軽量化にも努めてみてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。